ボージ RV っていうメーカーの冷蔵庫で、20リットルのカラーはグレーを選んでいます。20リットルの他に23リットル、25リットル、30リットルのモデルもあります。で、色は他にブラックがあります。定格消費電力はマックスモードで 60W、 エコモードで 45W。 1リットルペットボトルは縦には入らない。横にすれば余裕で入るね。牛乳パックは入る。縦で入る。2リペットボトルはちょうど入るな。ちょうど縦で入る。ここに飲み物置き場があって、ここに物を置けるようになるから、冷蔵庫の蓋閉めてるときはなんか作業台とかテーブルとして使えると。逆台形みたいになってる。下に行くほどちょっと狭まっている。横の面はこんな感じ。なんかベルトをかけられるような DC、 DC のインプット、ここです。で、ここがなんか小物入れとしても使えるし、この後でちょっと紹介するミニポータブル電源みたいなバッテリーをしまってちょうど収まるようにもなってます。で、これにケーブルをつないでケーブル出すような穴がここについていると。ここはコンプレッサーとかが入ってるやつかな。上の長さは56センチ、下は54センチぐらい、高さはちょうど30センチ、奥行きは31センチ。重さはね、こっちの方が重い。こっち側が重い。こっち側はめっちゃ軽い。付属品は冷蔵庫のマニュアルとバッテリーのマニュアル、シガソケ 12V ケーブルと冷蔵庫用の 100V AC ケーブル。短い 12V ケーブルはこのバッテリーから冷蔵庫に直接つなぐ用の、バッテリーを充電する用の AC ケーブル。これはバッテリーを充電する用の 12V シガソケケーブル。じゃあ一旦ポータブル電源にインプットを挿して、26度 14.5V 入ってきてますと。設定温度がマイナス19、22、マイナス22度まで設定できると。これを押すとエコモードとマックスモードを切り替えられます。エコモードだと省エネになるのかな。ちょっと保温もできない。保温はできない。10度までか。マイナス22度から10度までできる。今26度からマイナス22度になるまで何分かかるか見てみる。中身は空の状態で、エコじゃなくて、じゃあマックスモードでいこう、ね。今何時？今はちょうど4時ね。4時スタート。消費電力は 28W、 35W、 かなり省エネだね。次このポータブル電源ミニバッテリーを見ていくんですけど、まずここにモニターがあって、残量 100%、 220Wh、 18A ですね。だからそこそこでかいんじゃない？ 18A。これがポートで、シガソケ USB Type-A、 USB Type-C、 その3つとてもシンプルな出力ポートで、あとライトがついてて、パワーボタン長押しするとこのライト、弱いライト、点滅ライト、3パターンあります。ライトもついてるのそれ。そう、このバッテリーね、ポータブル電源ない要は。だからこれ単体でポータブル電源としても使えるっていうのはとても価値が高いと思う。汎用性が高い。ポタ電今持ってないっていう人がそれ買ったら、そうだね。ポタ電と冷蔵庫同時にゲットできるってことね。しかもこれはここに入って、でこのとても短いやつを使うと、ここからこうやるのかで、後でどんぐらい持つのかっていうのを試したい。
面白い。これは面白い。今これ AC ケーブル刺さってるけど、こう刺すとこれ単体で動かせるようになると。後で試して。長さ18センチ、奥行き 8.5 センチ、高さ8センチ弱、片手で持てる。めっちゃこれ結構いい。これね、原付で旅するときに持ってったらちょうどいいかも。スマホの充電とかできんじゃん。タイプ C だからパソコンの充電もここからできるし、結構いいかもしれない。専用の保冷バッグみたいのがオプションで買うことができると。これに入れると保冷効率が上がると。このポータブル電源 220W はまさに今紹介したこれプラスと、これを同時に押すと摂氏と可視を切り替えられるあって可視71度とかになってる。摂氏と可視を切り替えられます。バッテリー保護設定をハイ、ミディアム、ローで切り替えられると。車のバッテリー接続する場合ハイにしておくことをお勧めします。ハイだと 12V 電源だと 11.3V で冷蔵庫は使用をやめてバッテリーを守ると。ミディアムだと 10.1V にバッテリーが下がると電源を切ると。 70W とか使ってるね。さっきパッと見たら 70W 言ってたね。エラーコードは説明書に書いてあるんで、もし問題が起きたらこれを見て対処すれば大丈夫です。20分で26度から6度まで下がった。音はねかなり静かだね。実は俺もこれを持ってって車中泊一回してるんだけど、なんでですか？全然気にならなかった。めっちゃ静かです、音は。40分経ってマイナス13度まで下がった。開始から1時間半経ってマイナス19度。ちなみに5時15分ぐらいの時からもうずっとマイナス19度なんで、もうほぼほぼこれ以上下がんないと思われます。ちなみに外の周りの気温は 29.8 度で、あとは何にも入ってないっていう状態だから下がりにくいっていうのあるかもしれないです。一旦ここで打ち切ります。そしたら今度はこの冷蔵庫専用のポータブル電源を使って 100%、99% 満タンの状態でこの冷蔵庫を使うのに何時間持つのか試してみます。それをさっきやったみたいに入れて、ここちょっと閉まる。ここはちょっと開けた方がいい。そして結構冷えてる状態でこのまま始めちゃいます。今回買ってきたこれを冷やすんだけど、さまざまなサイズのビールを持ってきてみました。買ってみた。飲みたいだけここぞとばかりにね。一応これ案件なんで仕事なんでね、このサイズは朝日しかなくて250で、これは 135ml で、これハートランド瓶でもでかいやつで、もう一個瓶でコロナ。ハートランドの方がコロナよりちょっと背が高いで、あと 500ml のプレモルね。そしてマルエフの6缶パック350で、まずでかいのからいこう。6缶パック、はい、余裕で入ります。でこれ縦で入るかっていうと、これ入らないんだ、ハートランド。じゃあハートランドはここに寝かせる。コロナはコロナギリギリ立って入らないんだ。なるほど、こっちも入らないな。でこう立てかけるぐらいならできる。 500ml の缶は余裕で入ります。こんなもん余裕だし、これも余裕だし、これもあと余裕です。350の上に250の250だよね。250乗せても入るね。350を2段にするのは無理と。なるほど。でもこんなもんちょっと飲んじゃう。これほんでこれをなんでこうなんでこれも余裕で小さいから何言ってるか分かんないもう5時過ぎてるし飲んでいいでしょ。よし、乾杯。あ、それでそうだ、ビール凍っちゃまずいから温度はビール3度ぐらいに冷やしておけばもうキンキンでしょ。マイナス13度スタートで3度の設定で何時間持つのかっていうね。これポータブルバッテリーここに入ってない時はここになんか調味料とか収納になるからね。
でここももちろんテーブルとして使えると。こういうところに置いてもほらこの点がホールドしてくれるから、こうずれて倒れたりしない。じゃあ夕飯食いに行くか。よし。今開始から2時間経って4度を保ってます。何度に設定したんだっけ。4度に設定したんだっけ。これで4度保ってんのか。3度だっけ。まあいいや。78%、2時間で 20% 消費したって感じかな。ちなみにこの室内の温度は今28度です。1時間で 10% ってことは10時間ぐらい持つかな。明日の朝まで持つかもしれない。このままやってみよう。明日の朝まで。お疲れ様です。アドバイザーにしたの？うん、食後だからね。あっさり系がいい。今翌日の昼の11時なんだけど、寝る前に5度に設定して寝てました。バッテリー残量はまだ 10% 残ってる。9% になった。このバッテリーを使い始めてから16時間経ってもまだ 10% 残ってるってことだから、思ったよりもかなり長時間使えるってことが分かりました。条件としてはマックスで3度から5度に設定していて、中にはビールをそこそこ入れた状態、周辺温度は28度前後。この条件でこのバッテリー満タンスタートで16時間以上使えるってことが分かりました。車中泊の時とかは1日ぐらいはこれで持つかなって感じ。今回紹介した商品の情報は概要欄からチェックできます。ぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。